追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂き第76話猛攻オリオナス死守戦。イオナスの城壁は昼夜を問わす魔王軍の猛攻にさらされ続けていた。砦の周囲には黒い旗がうっそうとした森のように林立し、上空では竜型の魔獣が不気味な輪を描いて旋回している。かつて穏やかな交易都市として映えたこの町は今や煙と灰に塗りつぶされ、石畳の上を負傷兵と避難民が途切れることなく行き交っていた。その中心、崩れかけた視聴者が等級5白絵で改造した臨時指令室で、ユーマは指輪を淡く輝かせていた。青玉木の指輪から放たれる聖壁の光が壁に刻まれたカニ陣を一つずつ活性化していく。指輪の刻印活性の力で崩れかけた防御陣を再起動させ、周囲に漂うわずかな魔力を集めて補充する。これさえあればまだ持ちこたえられる。あと2回、いや下手をすると1回が限界か。明かりをつぎ込みながらユーマは唇を噛みしめた。補給路はほぼ断たれ、回復薬も矢玉もそこを突きかけている。次の突撃をしのげれば中央からの援軍が間に合うはずだ。自分に言い聞かせるように独り言をこぼし、指輪の明かりを慎重にほろ調整する。背後ではイーナが探検の葉を確かめ、セレスが小さく指を動かしながら栄翔の確認を繰り返していた。正面門突破されるのはもう時間の問題ね。イーナが短く鋭く告げる。セレスは薄く首を振り冷静に答えた。弓兵隊の半数はもう動けないわ。それに魔力回復薬も完全に尽きてる。ギリギリだな。ユーマは顔を上げ、崩れた窓越しに空を見上げた。夕焼けとも夜ともつかないどんよりとした空が広がり、炎の煙が赤く怪しく照らされ、城壁の影へと吸い込まれていく。魔王軍の角笛が低く重く何度も鳴り響く。その度に遠くから市民の悲鳴が混じり、胸を締め付けた。ユーマ、次の突撃来るよ。イーナが探検を固く握りしめる。疲労は隠せないが、その猫のような瞳はまだ鋭く輝いていた。セレスは後方で杖を構えたまま淡々と告げた。前回の突撃から間隔が短い。敵が焦っている証拠かもしれないわ。こっちは焦げる余裕すらないけどな。ユーマは苦笑いを浮かべ、ゆっくりと立ち上がった。やれることを全部やるだけさ。その言葉が終わらぬうちに砦の外から血を震わせる長い角笛の音が再び鳴り響いた。魔王軍の進軍だ。ユーマは通路を抜け、瓦礫を踏みしめながら城壁へと急ぐ。左右に整列した兵士たちがボロボロの鎧越しにこちらをじっと見つめていた。疲弊しきっているはずなのに、その視線だけは決して消えていない。希望の火がまだ燃えている。全員下がるな。ここが最後の盾だ。ユーマが声を張り上げると、兵士たちの背筋がわずかに伸びた。イーナが探検を高く掲げ、負けてたまるかと耳をピンと立てるように声を張った。セレスが小さく指を鳴らすと、兵士たちの足元に青白い光の線が走り、管理の防御魔法が一瞬で展開した。次の瞬間ドゴーン、高音が砦全体を揺らし、土門の一部が粉々に崩れ落ちる。粉塵が爆発的に舞い上がり、視界を覆った黒い皮膚の魔族たちが黒い波のように押し寄せてくる。しなりとともに巨大な四脚銃が方向を上げて駆け抜けた。来るぞ構え。ユーマの合図と同時に弓兵たちが一斉に矢を放つ。矢は青玉木の指輪の力で淡い青光を帯び、魔族の戦闘を次々と撃ち抜いた。指輪が最後の力を絞り出し、
兵士たちの武器に強化の文様を瞬時に刻み込んでいく。撃てる限り撃ち続けるんだ。イーナはその隙を突き、城壁の影から忍び寄った魔族を短剣で切り伏せる。影のように滑り込み、次の敵の背を正確に立つ。セレスの栄翔が完成。頭上に7本の巨大なつららが浮かび上がった。炭氷槍沈んで、ズバーン。氷の槍が雨のように降り注ぎ、魔族の列を容赦なくえぐり取る。それでも敵は止まらない。後から押し寄せてくる。補給の尽きた兵士たちは槍を逆手に持ち替え、歯を食いしばって応戦する。矢が尽きた弓兵は素手で瓦礫を投げつけ、治療兵までもが盾を手に戦線へ並んだ。セレスが再び栄翔を始め、明かりの幕が城壁の内側に広がり、味方を守る。ユーマは雷光の剣を抜く放ち、大くく振りかぶると稲妻が歯を駆け抜けた。ここを通すわけにはいかない。斬撃が魔族の硬い皮膚を裂き、電撃が連鎖して周囲の正気を一気に弾く飛ばす。ユーマ、後ろ、イーナの声と同時に、魔族のユンデが城壁の上へ飛び乗ってきた。ユーマは即座につららの盾を前に構え、衝撃を真正面から受け止める。盾の表面に鋭いつららが立ち上がり、凍結の反撃がユンデを叩き落とした。セレスが追加の攻撃魔法を叩く込み、魔族の車種をさらに押し返す。戦場は泥と血に濡れ、叫び声と爆音が嘘をまく。しかしその修羅の渦中にあっても、兵士たちはほんの少しずつ確実に敵を押し返していた。イーナが荒い息を吐きながら、信じられない。まだ持ちこたえてるにゃ。セレスが小さく笑う。皮肉なものね。補給は尽きてるのに、士気だけは上がっていく。ユーマはうなずき、剣を構え直した。ああ、絶対に守りきるんだ。その瞬間、丘の向こうに王国軍の旗が翻った。増援の馬蹄の音が風に乗って力強く響いてくる。遠くから王国軍の角笛が応答するように高らかになり渡った。いたにゃ。イーナが興奮を抑えきれずに声を漏らす。セレスがふくふく反動を込めていった。間に合ったようね。砦の上に立つ兵士たちが一斉に歓声を上げた。疲れ切った顔にわずかな生気が戻ってくる。ユーマはその光景を見て一瞬だけ剣を下げた。だがすぐに戦場へ視線を戻す。まだ終わってないぞ。気を抜くな。ここで一気に押し返すぞ。青玉木の指輪から再び性癖の光があふれ、兵士たちの武器に鮮やかな青い炎が宿る。方向とともに剣と槍が振るわれ、イオナス防衛線の空気が一気に逆転していく。誰もが限界を超えていた。だがその限界のさらに奥底から毛布と踏ん張りを絞り出していた。援軍を加えた王国軍の猛反撃は数時間にわたって続き、ついに魔王軍を退却へと追い込んだ。夕日が沈みかけた頃、イオナスの町にようやく静けさが戻りつつあった。城壁の外ではまだ黒煙が立ち上っているが、魔王軍の旗は遠ざかり、しなりのような足音も次第に薄れていった。戦場に散らばる折れた武具や破れた旗が風に揺れながら長い一日の終わりを静かに告げている。ユーマは崩れた市庁舎跡地でようやく一息ついていた。瓦礫を片付けて作られた仮設広場には市民兵や冒険者たちが肩を寄せ合い、疲れ切った顔で座り込んでいる。誰もが無言で水を飲み、包帯を巻き、ただ生きていることを互いに確かめ合っていた。イーナは仮設テントのそばで探検を磨き、セレスは焚き火のそばに腰を下ろし、傷口を魔法で癒している。戦いの直後とは思えないほど3人とも言葉少なだった。ふう、ユーマは大きく息を吐き、空を
色と橙色が入り込んじる空に王国軍の旗が誇らしげにはためいている。援軍到着直後、戦場の均衡はようやくこちらに傾いた。イオナスは壊滅寸前だった。だが持ちこたえた。それだけが揺るぎない事実だ。あれから数日、最初の援軍到着を皮切りに後続部隊が順次リオナスへと入場し続けていた。補給物資も少しずつ届く始め、町の復旧作業が本格的に進み始めている。ユーマたちは武器を置き、戦士から労働者へと姿を変え、瓦礫の撤去や負傷者の解放に回っていた。砕けた石畳の上にはまだ血と灰の匂いが残っている。ユーマは袖をまくり上げ、折れた針を力任せに押しのけると、下敷きになっていた商人の青年を吹き上げた。青年はうめきながらもありがとうと絞り出すように言った。周囲の兵士たちに優しく担架で運ばれていく。兵士たちの声には深い疲労がにじんでいるが、もう以前ほどの説得感はない。あのしなりのような魔獣の方向も今は遠い記憶になっていた。こっちに水を止血を割った。次のものを交わされる声はどこか柔らかく、ほのかな安堵さえ混じっている。ユーマは泥に膝をつき、息を吐いた。手のひらの中には瓦礫の山から拾い上げた小さな銀のペンダントが冷たく光っている。持ち主はもういないかもしれない。それでもユーマはそっと布に包み、懐にしまった。通りの端では補給物資が山のように積まれ、兵士たちが順に受け取っていた。鎧の金属音よりも包帯を巻く音の方が多く聞こえる。ほんの数日前まで視線にあった町がかすかだが確実に息を吹き返しているのが分かった。危なかったな。自分でも気づかぬほどの小さな声が漏れる。その時、瓦礫の間から羽鳥の兵が急ぎ足で駆けてきた。町に緊迫した空気はもうなく、報告の声にも説得感はない。兵はユーマの前で足を止め、息を整えて告げた。坂本和正様、青山美作様、高橋健吾様、勇者のお参考が率いる部隊と共に間もなく到着するとのことです。その名前を聞いた瞬間、ユーマは目を細めた。勇者の3人が言いなが探検をくるりと回しながら顔を上げる。あの音の珍しいにゃ。セレスは冷静な口調で、しかしわずかに興味を込めていった。情報伝達が遅れていたのかもしれないけど、援軍を率いていたのは彼らかもしれないわね。ユーマは静かにうなずき、胸の奥にかすかなざわめき、硬いと緊張が混じったものを覚えた。いたか。続く。次回。第77話。乾杯する勇者たち。